アニメシリクの本当最初の頃からですね語ってるね最強上達トライアングルステップっていうね、模写とデッサンと自分でゼロから描くと、この3つの組み合わせでめちゃめちゃ上手くなるぞという話なんですけど、このウェイトが大事なんですよね。模写7割、デッサン2割、自分で描くの1割くらいかなと思ってます、僕は。一番の基本はやっぱり上手い絵をもうとりあえずね吸収するってことですよ。上手い人の絵を模写する、吸収するのが一番大事です、本当マジで。じゃないと自分の軸ってのができないんですよ。軸って何かっていうと、何をもっていいとするか、自分はどんな絵が上手いと思ってるのか、もう全ての絵は模写から始まるみたいなもんですよ。模写好きになれないんだったら、少なくとも自分の好きな絵をやっぱ身近に置いとくことはしてほしいかな。でその絵を見ながら何かインスパイアっていうんですかねなんか触発されながらぜひ描いてほしいかな。模写はねもうとにかく全ての基本なんですよ。っていうのも、この模写デッサン自分で描くって、主にもう一つ言うと2つに分けられるのね。見て描くか 見ないで描くかのこの2つですよ。で模写もデッサンも何らか見て描く、下敷きにして描く、要するに自分の、外から何かを吸収するって意味では模写もデッサンも同じなんです。しかし皆さんこと絵を描こうとしてるわけですよね。であればうまい絵をやっぱり見たり、下敷きにしたり何らか、土台にした方が絶対うまく描けるのは当たり前の話なんですよね。でそれをしないで、人によってはですよ、やっぱ上手い人の絵とか模写したり見ながら描いたらやっぱ真似って言われるし、個性とかなくなっちゃうから、やっぱり何も見ないで描こうっていう人がその1。上手くなんないですね。一生やってるですね、正直でその2、若干志がですね上がってですね、で俺は自分で演技したり、写真見たりして描くよ。ただし上手い絵は見ないけどね。はい、こういう人もダメなんでか、自分で演技してみてくださいよ。で自分でいろんなポーズやってみてくださいよ。絶対うまく撮れないから、絶対うまくできないから。なんでか、どんなポーズがかっこいいか、どんなようなアングルがいいか、どこにカメラをセッティングしたらいいか知ってます？わかります？できます？良きポーズ、良きねシルエットって全部やっぱ模写から始まるんですよ。全てがインストールされてない状態で何しても無理っすそう、無理です。そう結局うまい絵を見たり模写したり下敷きにしてなければ何も始まりません。そして自分がどんな絵柄が好きなのかもわからないまま、描くことになるので、結局自分の好きな絵の研究っていうのはですね絶対なんですよ。これ必ず自分の先輩だったり、あるいはちょっと違うジャンルの人だったりの絵を見て吸収して、あるいは描いてみて模写してみて、でその良さを吸収して、そして自分なりにですね、出力すると。でその好きな絵描きの組み合わせでもって自分の個性っていうのがだんだんできていくんですね。むしろ組み合わせなんですよね。それやったことないのにうまく描けませんですっていう人、そりゃそうだろうね。その手順だと絶対うまく描けません。そういう人って何かって言ったら、結局ですね昔見た何かの模写なんですよ。脳内ですげえぼんやりとした何かのイメージのね、結局昔見た何かを再現したいと思って人っていうのは描くんですよ。だけどその記憶スケッチってできますか皆さん？目の前のものをパッと見てパッと写せるようなほど目と手が鍛えられてる人間でなければ記憶スケッチなんかできるわけないんですよね。だから結局目の前のものが描けないのに、なんで脳内イメージのやつの高尚なやつを引っ張り出してですねアーティストぶってですねできるんだよって話ですよ。無理ですよ、絶対無理です。そうできる気しないでしょ。で自分は絵のセンスがないんだって言って嘆いて描くのやめるんですよ。どういう意味で才能ないのかっていうと、絵を描くという手順を踏めないという才能がないんですよ。絵がうまく描ける才能がないんじゃないんですよ。絵をちゃんと構築する才能がないんですよ。絵は何も見ちゃいけないとか、そういう思い込みですね。愚かな思い込みに騙されて、実質的に自分がどうしたらうまく描けるかなというアプローチを踏むことができない。そしてそのうまい形を描きたいというですねこだわりが少ない
だから適当に書きゃなんかなんじゃねえと思って何も見ないで書く。で、うまく書けない。才能ない。諦めた。というですね、才能がないんですよ、これ。わかります？そう。ちょっとその人の認識が全部ずれてるんですね。どんな形であれ、どんな手順であれ、どんな手段を使ってでも絵を描くんです。これが才能がある人の考えることなんですよ。才能がある人ほど何もわからないものは描けないと思ってます。だから、わかるまで描かないんですよ。自分で調べて、自分でやってみて、上手い人の絵を見てみて、ありとあらゆるアプローチを試してみて、自分の中で描けるぞっていうところまで描かないんですよ。世の中的に才能があると言われてる人ほど、自分が何が描けないかをよく分かってるんですよ。自分はこれは描けない。だからそれを見る。だからそれを下敷きにする。だから自分でやってみる。で、そういう人はですね、模写、デッサン、そして自分で描く。何が描けて何が描けないかが分かってるから、この3つの中から適時、自分の必要なことができるんですよ。これが世の中的に才能があると言われている人の振る舞いなんですよ。多分、イメージが違うんですよ。皆さんの才能がある人っていうのは何も見ないで、さっとうまく描ける。なんか魔法みたいにすごいのが描ける。っていうのは思い込みです。はい。そんな人はいない。自分の分からないものは描かないというですね、ちゃんと信念があるんですね。分からない曖昧なものをですね、自分の脳みそだけで適当にやりくりして、妥協するようなことをしないんですよ。皆さんが言う才能っていうのは何かって言ったら、結果ですよね。なんか結果を残している風な、なんかすごそうなやつを皆さんよく分かんないから、才能があるとかセンスがあるとか、あの人は生まれ持っての何かが違うんだみたいなよく分かんない言葉でですね、カテゴライズするんですけど、その実はですね、ちゃんと手順を踏んでしっかり自分を育てられる人なんですよ。じゃあね、模写7割だったらむしろ模写 100% でいいじゃないですか。模写だけ上手い人の絵だけ、ずっと描いてりゃいいじゃないかって、この極端に振る人がいるんですよ。どっちかっていうと、何々だけって言うんであれば、模写だけ、デッサンだけ、自分の落書きだけ、この3つでどれか1つって言ったら模写だけをおすすめするかな。だけどね、この模写だけの人の今度弱点っていうのがあるの。これ何かって言ったら、応用が効かないんだよね。漫画やアニメイラストの記号だけではダメだし、ましてそのデッサンだけでもダメだし、そして落書きだけしててももちろん上手くなるはずはない。実はね、アニメの仕事をするときにですね、この3つなんだよね。キャラ表見ながら描くよね。そして自分でもう自撮りですよね。さらにこれは描けないなってアングルは自分でゼロから描く。でもそのつなぎ目がですね、どこからどこまでが原作の絵なのか、どこからどこまでが自分の演技なのか、どこからどこまでがゼロから描いてるか分かんないように描くのがプロです。これがね、そうなんだって言われてみれば確かにそんな気がしてくるみたいな。ここはですね、ある程度経験が必要ですけれど、このようにですね、要するにね、できうることを、自分がやりうることをですね、可能な限りですね、時間の許す限りやるってことなんだよ。ある程度コスパも大事だよ。ただね、皆さんね、思いませんか？書けないなと思って、ああでもないこうでもないってですね、書き直しの時間長くないですか？多分ね、ほとんど書き直してる時間なんじゃない？それなんでか、自分で固まってないからね、それね。分かってもいないこと、自分でイメージできてないことを書こうとしてるから。机の上でどうにか、あるいはそのモニターの前でなんか解決しません。解決絶対しません。自分で思い浮かんでないこと、無理です。書けません。それはですね、自分の内面の中の真実のアートのやつの高尚なやつをやはり出さなければ、召喚しなければ、それは表現ではなく自分の絵と言えるのだろうか、果たしてみたいな。はい、病気です、それ。そういうですね、芸術アート気取りのですね、病気は早めにですね、卒業した方がいいです。それは思い込みです。幻想です。そんなものあったことはない。ありゃしないです。そんなもの。最初からないです。あなたはそんな才能ありません。大丈夫です。安心してください。あるんだったらもう結果出してます。はい。諦めてください。早めに諦めてください。上手い人の共通してんだ。ね。手段を選ばない。絶対みんなね、どれかに偏ります。なんでしょうね。いい感じでね、やってください。